こんにちは、さきです。今日は海外の方が日本の田舎を旅行する前に知っておきたいことをシェアしたいと思います。今年も関東に住んでいる日本人のお友達家族が私の実家がある香川県に3年連続で来てくれたので、その様子をシェアしながらお話ししていきたいと思います。日本にいる友達も私が大好きな香川県を好きになってくれてとっても嬉しいです。いつもありがとうございます。私の日本語のレッスンを受けてくれている生徒さんも日本にすでに何回か来ている方がほとんどで、大きい都市には行ったので今度は田舎にも行ってみたいという方が多いんですね。でも正直都市で旅行するのと田舎で旅行するのって旅行してみたらわかると思うんですが、かなり違うんですよ。田舎の方が事前準備が大切になってきます。なので田舎での旅行の際に気をつけることや準備しておくといいことを今日はお話ししていきますね。まず一つ目の知っておきたいことは交通手段についてです。田舎は基本的に移動は車移動になります。ですから田舎に旅行に行く際は車を借りることをお勧めします。もし車を借りることができないという場合は、今はタクシーを完全アプリで予約することができるようになっている場所が多いので、アプリを通してタクシーの予約をすることをお勧めします。田舎も電車は通ってるんですが、観光地が駅から離れていることがほとんどなので、結局駅に止まっているタクシーに乗って観光地まで行って、観光地にはタクシーが止まってないことも多いので、アプリや電話で予約する必要があります。私もアメリカの携帯なので、アプリとかテキストは使えるんですが、電話を使うことができません。なのでタクシーを使って移動を考えている人は必ず日本のタクシーを予約できるアプリを旅行前にダウンロードしておくことをお勧めします。おすすめのアプリがあるので、それは概要欄に載せておきますね。あと、レンタカーの利用についてですが、海外の観光客の方だと、だいたい羽田空港とか成田空港といった都市の空港から田舎の空港まで飛行機で来る場合が多いですよね。その場合は、例えば香川県にある高松空港に着くのであれば、事前に高松空港近くのレンタカーのお店から車を借りる予約をしておくと、高松空港に着いた後スムーズに車を借りることができます。そしてやっぱり最近海外の方の運転事故のニュースもよく見るので、国際免許を使って日本で運転する方は必ず日本の交通ルールのガイドラインを読んで理解してから運転してください。特に標識は漢字で書かれているものが多いので、理解できないと本当に危ないです。このガイドラインも概要欄に載せておくので参考にしてください。そして2つ目に知っておきたいことは、宿泊施設やお店についてです。田舎の行く場所によっては
宿泊施設が少ないので、行くことが決まれば早めに予約をしておくことをお勧めします。ホテルや旅館もいいと思いますが、最近は Airbnb を通して泊まれる素敵な景色が見えたり、珍しい体験ができる宿泊施設も増えているので、それもおすすめです。ただ、都市部と違ってホテルやお店などで英語が通じない場所がほとんどだと思うので、必ずいい翻訳アプリを事前にダウンロードしておくことをお勧めします。あと、飲食店やお店の閉店が田舎は早い場所が多いんですね。昼は2時まで、夜は6時閉店といった感じで。なので、行きたいと思っている飲食店やお店については、事前に閉店時間を確認することをお勧めします。また、県や市に特化したインスタグラムのアカウントが結構あって、そこでその月にやっているおすすめのイベントやお店、飲食店が結構紹介されていたりするので、ガイドブックだけじゃなくて、そういうアカウントで情報を得るのもおすすめです。最後、3つ目に知っておきたいことが、お金と Wi-Fi についてです。田舎では現金しか使えない場所も結構あります。なので、田舎に行く前に必ず十分な現金を準備しておくといいと思います。コンビニも場所によってはとっても遠かったりするので、行った先で必要なものを買おうではなくて、行く前に必要なものはすべて持っていくのをおすすめします。あと Wi-Fi についてですが、大都市に比べると無料 Wi-Fi はかなり少ないので、ポケット Wi-Fi を持っていくことをおすすめします。私の携帯はアメリカのものなのですが、日本でも使えるようになってるんですね。でも行く場所によってはかなり通信が遅くなるので、ポケット Wi-Fi を使ったりしています。携帯が使えないとアプリで予約ができなかったり、地図を開けなかったりと困ることも多いと思うので、特に海外の携帯を使っている人は、田舎に行く際にポケット Wi-Fi を持っていくことをお勧めします。はい、ここまで田舎に行く前に知っておきたい3つのことについてお話ししました。日本の田舎に行きたいけれど不安という声をよく聞きますが、今日話したことを知って事前準備をしておけば不安にならずに旅行を楽しむことができると思います。日本に何度も来ている人は都市だけを楽しむのはもったいないです。田舎に行くとまた違った日本の美しさと良さに触れることができるので、ぜひ田舎にも行ってみてくださいね。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。